皆さんこんにちは。さあ今回は最終話ということで ANA ビジネスクラスでの帰国の様子をお見せします。シャルル・ド・ゴール空港の様子や妻からのファイナルミッションなど見どころたっぷりの動画となっていますので、ぜひチャンネル登録の上じっくりとご覧ください。ではスタートです。シャルル・ド・ゴール空港やってきました。下から2番目の東京羽田19時20分の飛行機ですね。出発階が3階で到着階が5階なんですよね。到着した時にウーバー呼んだ時に到着階に来るように呼ばなくちゃいけなかったのを出発階にドライバーさんが来てしまったので会えなかったです。もう早くも出てきた。タグを手荷物に取り付け、控えは保管してください。こちらが今回のチケットですね。ビジネスクラスということで C というふうになってます。チェックインスタート時間が4時20分であと30分ぐらいありますね。
今ね荷物を預けたんですけども、今回はターミナル1ということでスターアライアンスラウンジをね使うことができるんですが、出国審査通過後にラウンジによってラウンジからゲートまでの間に保安検査があるということでちょっと変わってますよね。なのでラウンジを出るのは1時間ぐらい前に出てくださいというふうに書かれてます。免税店のエリアは保安検査の後にあるので、ラウンジがあるところから直接免税店に行くことはできないということになりますね。こちらに薬屋さんと両替がありますね。ラデュレーっていうマカロンのね有名なお店が空港にあるんですよね。でこれ出国終わってからもあるみたいなんで、こちらは後で行きたいと思います。あとはこちらは本屋さんとかね、イヤホンとかスマホケースのお店ですね。ではラウンジへね行ってみたいと思います。Yes? 今回シャワールームの1番ということでこちらですね。鍵はねこんな感じの鍵になってますね。シャワールームこんな感じになってます。なんというかね、この間浴びた ANA のシャワールームとはだいぶ雰囲気が違いますね。こちらにねトイレがあって、そしてこちらにシャワールームがあるという感じになってます。バスタオルがあって、そしてこちらには洗面があるということになってますね。でこちらはドライヤーですね。これからね12時間以上の長いフライトになりますので、シャワーを浴びれるのは嬉しいですよね。今保安検査を終えて出てきました。結構ね厳しい保安検査で PC も出しましたし、上着もね脱がされました。
題はボーイング787ということですね。で足を入れるとこんな感じの状態になりますね。ただ座ってるだけでもね十分にリラックスできるのかなというふうに思います。こちらのテーブルもねかなり広く使えますよね。ドリンクとかねそういうのを置いたりする時にも使えると思います。これがね背中のランバーサポートってやつですかね。これはね椅子全体を前後に動かすようなボタンですね。倒す方と持ち上げる方ですね。こちらはねノイズキャンセリングヘッドホンということで、寝るときなんかねこれをつけたまま寝てもかなり静かになるようなヘッドホンかなというふうに思います。ウェルカムドリンクはワインをいただきました。機内の安全についてご案内します。必ずご覧ください。ビジネスクラスですけども、ざっと見た感じは6割ぐらいですかね、埋まっているように見えます。到着時刻は午後4時30分の予定です。パリと東京の間には7時間の時差があり、ただいまの到着の時刻午前3時1分です。まずアメニティですけども、こちらのグローブトロッターのポーチですね。こちらは白っていうブランドのリップクリームと、それからフェイスミストですね。これはね乾燥する機内ではとても嬉しいですよね。それから歯ブラシと耳栓と、あとはアイマスクですね。こちらがモニターですね。それから機内モードにした状態で Wi-Fi につなぐことができます。 QR コードを読み取ってインターネット接続をします。そして購入ですね。今回はフルフライトプランで 21.95 ドルですので3000円ぐらいですかね。こちらを選択したいと思います。で接続すると、そうするとこんな感じで無事にインターネットに接続しましたと出ます。一応ね24時間の設定になってますね。 Wi-Fi の速度測ってみてもやっぱり測れないですね。Twitter とかメールぐらいはできますけども YouTube はちょっとできないようですね。あとはやっぱりマップですよね。残りの飛行時間12時間半ってなってますけども、今戦争が起こってますので、ロシアを迂回して飛ぶということで2時間ぐらいね飛行時間が長くなっています。離陸をして40分ぐらいなんですけども、もう外真っ暗になってますね。日本の時間だとね今夜中の3時ぐらいなんで、今寝ると一番いいのかもしれませんけども、まず最初のね食事が出てくるのを待ちたいと思います。今日の飛行経路は中央アジアルートを採用しております。飛行時間はフライトが出ますと13時間と30分予定しております。食事の前にお飲み物はいかがでしょうか。ワイン、シャンパン、じゃあプレミアムモルツ、モルツ、かしこまりました。食事はお決まりですか。和食でお願いします。かしこまりました。こちらがメニューですね。日本酒、焼酎、それから赤ワイン、白ワイン、カクテルとかビール、それからソフトドリンクですね。ソフトドリンクとても豊富ですよね。
こちらのね香るかぼすと野菜スープもいいですよね。機内食はね和食と洋食から選ぶことができます。今回はやっぱりフランスからの帰りですんで和食にしたいと思います。食事の後にお好きな時にというメニューもありますけども、こちらもね後で頼んでみたいと思います。こちらは朝食のメニューですね。まずはねビールをいただきました。こちらのオリーブケーキはねふわふわしたかまぼこのような感じの食感でしたね。あとこちらのアスパラガスムースもね少しアスパラの香りがするような上品な味でした。続いてこちらのシャンパンをいただきました。ザックにナスの味噌田楽などご用意しております。酢をお好みでかけてお召し上がりください。前菜や小鉢が来ました。器も陶器で見た目も最高ですよね。一つ一つが繊細でこれぞ和食という感じです。こちらはうなぎときゅうりの酢の物、ナスの田楽、そしてこちらが主菜とご飯です。なんといっても白米とお味噌汁、これぞ日本の味って感じですよね。もう感動です。カレーの西京焼きも味付けが最高でした。最後はフルーツとコーヒーで締めです。 ANA のビジネスクラスやっぱり素晴らしいですね。トイレ来てみました。やっぱりねエコノミークラスよりは広いんですよね。特にこの横幅の分がね広い感じがします。こちらにはねアメニティがありますね。歯ブラシと、あとこれはフェイスボディシートですから、ウェットティッシュみたいな感じですかね。あとはマウスウォッシュということですね。洗面はねほぼ同様な感じですかね。あとトイレにはねウォシュレットがしっかりとついてますね。これはやっぱり日本式のねウォシュレットがあるのは嬉しいですよね。残りの飛行時間は9時間40分。今トルコの上あたりですかね。だいぶこんな感じで南から回ってますよね。座席をねフルフラットにしてみます。こんな感じで電動でね完全な180度のフルフラットシートになります。ここにあらかじめ用意されていた薄手のマットレスを敷いて、さらに掛け布団をかけると完全にベッドになります。下の硬さもちょうどよくて、ノイズキャンセリングヘッドホンを使って快適に4時間ほど寝ることができました。お好きな時にのメニュー、一風丼のラーメンをいただきました。博多ラーメンらしい細麺で豚骨の熱々ラーメン、空の上でいただけるのは嬉しいですよね。スープも最高です。今回はお茶にしました。そしてラーメンの後はハーゲンダッツアイスクリーム、これも少し柔らかめでめちゃうまでしたよ。やっぱりね南を回ってロシアを避けて飛んでるんですよね。中国の北の方を今飛んでますね。あと3時間ぐらいで到着です。日本到着の2時間前ですね。朝食の準備が始まりました。
こちらが朝食です。こちらは鮭の油香焼き。そしてやっぱり白米と味噌汁ですよね。こちらの鮭の油香焼き最高でした。あと白米もほかほかで美味しかったですよ。感動しながらいただきました。いよいよね、日本上空までやってきました。あと1時間ちょっとで到着です。無事に到着しました。全6話のパリ旅行記もこれで最後です。通して見ていただいた方は本当にありがとうございました。久しぶりの海外旅行ということもあり、勝手のわからない部分もありましたが、なんとか美術館、観光地巡りという目的を達成できました。これからも海外含め旅行記を配信してまいりますので、引き続きご覧いただけると嬉しいです。